こんにちは、ゆらり旅です。今回は静岡県伊豆半島にある熱海金城館に行きたいと思います。1933年開業、熱海の歴史あるお宿として親しまれてきた金城館。熱海の街並みや海が眺められる客室、流れ落ちる滝が美しく照り輝く庭園など、日本旅館の伝統的なくつろぎを満喫できるお宿です。大迫力の金色に輝く巨大なシャチホコを眺め、肌に優しい熱海の名湯が日頃の疲れを癒してくれる大浴場。熱海を一望できる展望レストランでいただくビュッフェでは、大エビやお刺身、天ぷら、アルコールももちろん飲み放題で、老若男女問わず楽しめるバラエティ豊かなお料理を堪能できます。まさにコスパ最強な満足感を味わえるホテルです。そんな熱海の老舗金城館の様子をぜひ最後までご覧ください。夏休みになり、本日は猛暑日、海日和です。夏は海に近いお宿に宿泊することが多いゆらり旅。熱海へと向かいます。今日のお宿は久しぶりの伊東園グループ。熱海にのみ4つある伊東園リゾートのうちの一つである金城館。伊東園グループになる前は高級なお宿だったそうです。道を間違え、裏道をぐるぐる回ってしまいましたが、もうすぐ到着です。到着しました。駐車場は地下にあるそうなので、一旦荷物を下ろします。駐車場は金城館の地下にあり、階段を上ってすぐ館内に入ることができます。こちらはフロント。15時過ぎになると大行列になるので、早めのチェックインをおすすめします。ただいま本館の2階にいらっしゃいます。夕食は6時から7時半まで90分間飲み放題つきます。明日朝は同じ場所です。7時から9時まで。お風呂の場所は同じくお部屋からフロントに戻って、フロントから1階まで降りていただいて、1階の連絡通路の途中に大浴場となります。今プール開放されますので、利用時間は午後5時までです。お風呂の利用時間は午後3時から夜12時まで、朝5時半から10時まで、朝男女入れ替えありますのでご注意ください。今下10時は混雑する恐れもありますが、朝食前から事前精算可能です。それでは館内を見ていきます。こちらはロビー。窓からは日本庭園を眺められます。電子レンジと無料の製氷機、アルコールの自販機もあります。庭園の雰囲気もいい感じです。後で行ってみましょう。フロントの横には浴衣コーナー。浮き輪の空気入れも準備されています。浴衣コーナーの隣が売店です。熱海の銘菓や熱海限定グッズなど品揃えは豊富です。伊東園グループのお茶請けの定番も。
メーカーセットもお得に販売されていました。売店の隣にはアイスとジュースの自販機、喫煙所もあります。喫煙所はここ1カ所のみです。近所間には本館、南館、東館、御用館があり、本館から連絡通路を通って大浴場や御用館に行くことができます。長い廊下を進んだところに地下駐車場への入り口があり、その奥に湯上がりどころがあります。足のマッサージ機は無料で利用できます。その隣にある全身マッサージ機は10分200円。コーヒー牛乳などの自販機もあります。まずは男性の湯から見ていきます。広々した脱衣所です。鍵付きロッカー完備。アメニティは綿棒とコームとガミソリ、ヘアトニックなどもあります。金のシャチホコがお出迎え。壁面に刻まれている金色に輝く巨大なシャチホコの彫刻は迫力があります。温泉が湧き出るような形で出ているので、湯の表面が波打っています。波の中にいるような不思議な感覚を楽しめる温泉です。こちらはサウナ。サウナは男性側のお風呂にしかないので、女性は翌朝入れ替えになったら利用できます。水風呂もあります。露天風呂も見てみましょう。6、7人は入れそうな広さです。熱海近城間の温泉はカルシウム、ナトリウム、塩化物温泉です。続いては女性の湯を見ていきます。こちらの脱衣所も広々していますね。ブラシやシャワーキャップ、温泉化粧水やオールインワンジェルなども用意されていました。こちらにも巨大なシャチホコがいます。先ほどの大浴場とシャチホコの顔の向きが逆になっています。迫力がありますね。こちらも風情ある露天風呂。
風を感じながら日々の疲れを癒せそうです。大浴場を出たところにゲームセンターがあります。子供から大人まで楽しめそうなゲームセンターでした。こちらから庭園に出ることができます。庭園の広さは1000坪。建物の上から流れ落ちる滝は大迫力。緑豊かでなんだか癒されます。立派な鯉がいます。餌をくれと言わんばかりに近寄ってきました。こちらは夏季限定のプール。7月中旬から8月末まで入れます。柵より手前は浅くなっているので小さいお子様も遊べます。こちらは事前予約制の麻雀ルーム。全自動麻雀卓でお楽しみいただけます。当日予約は不可なのでその点は注意です。本館の方まで歩いてきました。庭園は1000坪というだけあり、散策しがいがあります。庭園から見た御洋館、立派です。その隣に南館と本館。本館も立派です。こちらの階段を上ったところにある出入り口から本館のロビーに戻れます。こちらは本館3階。金城館は宴会場としても人気なんだそうですよ。こちらがその宴会場。最大300名までの大規模な宴会もできるんだとか。ステージもあり盛り上がること間違いなしですね。同じ階に卓球場があります。完全予約制です。こちらには個室カラオケルームがあります。立派な佇まい。カラオケも予約制で1組60分です。広々したカラオケルームですね。カラオケは1階にもありますよ。大変お待たせいたしました。お部屋のご準備が整いましたので、ルームキーをお渡しいたします。お部屋の番号がわかるものをお持ちいただいて、フロントカウンター右手の方にお越しくださいませ。本日は誠にありがとうございます。それでは客室に向かいます。金城館の客室は本館、南館、
御用館にあり、御用館はグレードアップの客室だそうです。予約の時、どのお部屋を予約するかとても迷いました。なので今回は本館、南館、御用館のそれぞれの客室を特別に撮影させていただきました。客室を迷われている方の参考になれば嬉しいです。ここから御用館です。ワンランクアップのお部屋がある建物というだけあり、内装も変わりましたね。御用館はワンフロアに数室しかないので、静かでゆっくり過ごすことができます。まずは御用館の7階のお部屋をご紹介します。2部屋ありますね。まずは正面のお部屋から。純和風の客室です。窓も広縁も大きいです。窓が大きいので開放感がありますね。もう一つのお部屋はこんな感じです。とても雰囲気のいい客室でしたね。次は御用館の8階。8階はワンフロアに3部屋しかありません。ご紹介するのは貴賓室。貴賓室は先ほどのお部屋と比べて1000円アップします。佇まいが違いますね。わあ、とても広い玄関。お部屋が正面、左右にありますが、まずは正面のお部屋から。格調高い広々としたお部屋ですね。テーブルは掘りごたつ式です。ここに座って大きいテレビを眺めながらお茶を飲む時間はゆったり癒されそうですね。最上階なので景色はもちろん最高です。奥に伊東園リゾート大野屋が見えます。外には出れませんがミニ庭園があります。次はこちらのお部屋。寝室のようですね。大きな鏡台も雰囲気があります。こちらのお部屋にも広縁があるのはなんとも贅沢。海も眺められますし、下にあるプールも見えます。こちらにもお部屋があるので、ご家族3世代、ご友人同士のグループで宿泊するのも良さそう。こちらはお風呂。
素晴らしい貴賓室でしたね。次は南館の客室。南館も素敵な雰囲気ですね。こちらは和洋室タイプ。リノベーションされたんでしょうか。畳や壁などとても綺麗です。ベッドの横にある窓からは庭園が眺められます。洗面所も広くて新しいです。お風呂の雰囲気も違いますね。壺風呂のよう。一番リーズナブルな価格帯のお部屋とは思えないほど素敵な客室でした。次は本館です。7階にある客室を見ていきます。どこか懐かしさを感じる和室です。広縁からの景色は五葉館と海が眺められます。こちらのお部屋も広々して快適に過ごせそうでしたね。最後は本館の最上階。本日宿泊するお部屋です。広々した和室です。お布団が敷いてあってもこの広さ。右手にある障子を開けると全面窓ガラスで外の景色を眺められます。こちらからの眺めもたまりません。冷蔵庫も大きめ。洗面所も広い。こちらもゆったり使える広さ。なんとこちらにはベッドルームまで。五葉館にも負けない素晴らしい客室でした。お待ちかねの夕食バイキングのお時間です。この日は18時30分スタートの2部制で、制限時間は90分です。厳選中華料理フェアです。どのお席からも熱海の街並みを見渡せます。まずはサラダコーナー。
美味しそうなお料理でしたね。一通り見終わったので早速取り分けていきたいと思います。豚のブロック肉が大きいです。エビの天ぷらは結構大きいですよ。厳選中華料理フェアの大きなエビのチリソースに、エビがすごい大きいですね。黒酢酢豚も油淋鶏もお肉が大きいです。ビーフシチューは大人気。お肉がゴロゴロ入っています。最初はビールをいただきます。こんな感じで持ってきました。父さんはこんな感じ、お姉ちゃんはこんな感じ。お席は窓側をゲット。久しぶりの伊東園リゾート旅に乾杯。おいしい。大きいエビのチリソースという名前だけあり、かなり大きいです。おお、ピリ辛でおいしい。ビンチョウマグロ。ビーフシチューのお肉も柔らかくて肉々しいです。牛バラブロックなので程よく脂があってとろっとしてるところもあります。エビの天ぷらはサクサク。巨大酢豚。こちらもなかなか美味しい。2杯目もビールにしました。あらら。
泡だらけに。鴨つくね。つくねがふわふわ。後で聞いた話ですが、今回の厳選中華料理フェアは評判いいんだそうですよ。個人的にはこのエビチリが一番美味しいです。豚の柔らか煮。やわくて美味しい。シャカシャカポテトを取りに来ました。のり塩味。エビチリが美味しすぎておかわり。ピリ辛なのでお酒が進む。3杯目はレモンサワーにしました。皆さんは伊藤園グループでお気に入りのフェアはありますか？個人的には今回のフェアは結構気に入っています。皆さんのお気に入り、ぜひコメント欄で教えてくださいね。父さんが天ぷらそばを作ったそうです。一口いただきます。おいしい。美味しかったので自分の分も作ることに。4杯目は地酒にします。七味唐辛子をかけて完成。大根おろしがいい仕事してます。お姉ちゃんは豚の柔らか煮を乗せたチャーシュー麺を作ったそう。父さんはカレーラーメン。一口いただきます。カレーが辛くて美味しい。そろそろデザートタイムにしようと思います。デザートはこんな感じ。もう夏休みシーズンなのでお子様が楽しめるメニューが多かった印象ですね。チョコバナナが大好きなのでお子様軍団に紛れて楽しんじゃいました。
最後にミルクバーをいただいて。ごちそうさまでした。食後はゲームセンターで少し遊びました。夜の熱海を眺めて、今日はもう寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日もいい天気です。朝食の時間になりました。朝食は7時から9時まで。昨日は気づきませんでしたがカートがありました。
朝は伊藤園グループ定番メンバーが揃っていましたね。早速取り分けていきます。今日は和食も洋食も食べたい気分。しじみ汁で温まりましょう。お姉ちゃんの分も取っていきます。ご飯のお供をたっぷりと。こんな感じで持ってきました。父さんは昨日食べ過ぎたので少なめ。朝も窓側のお席でいただきます。しじみ汁でじんわり温まる。景色がよく気持ちいいです。伊藤園リゾートは熱海に4つありますが、伊藤園ホテルズと比べてランクアップしていて高級感が違いますね。ある方から聞いたんですが、伊藤園リゾートの中ではこの熱海緊張感が一番口コミなどの評価がいいんだそうですよ。確かに大浴場も客室も庭園もいい感じで、キッチンのスタッフさんの対応もいいですし、今のところ言うことなしです。まだ全ての伊藤園リゾートに行けてないですが、上位に来ること間違いなしの満足度です。2周目はパンをいただきます。お姉ちゃんの分も一緒に焼いちゃいます。昨日お蕎麦が美味しかったので、うどんも少しだけ。コシがあっていい感じ。
朝食は特に変わったメニューもなく普通でしたが、朝はこれで十分。ご飯にパンにうどんと炭水化物をたくさん食べちゃいました。熱海の街並みを眺めながらのお食事は楽しいものですね。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。楽しい時間はあっという間。チェックアウトの時間になりました。チェックアウトと精算を済ませます。では最後に、ホテルに宿泊した感想と宿泊料金をお話しします。料金は大人1名11,880円で宿泊できました。子ども料金は小学生 75%、幼児 50%、3歳未満のお子様は無料です。今回は最上階に宿泊しましたが、最上階と御用館を除けば税別9,800円で宿泊できます。早割プランなどで予約をすると、もっと価格を抑えることもできますよ。金城館は元高級宿というだけあって、庭園やお部屋など純和風の雰囲気が素敵でゆったり過ごすことができました。6階以上のお部屋は客室から熱海で開催される花火大会も楽しむことができるそうです。今回の中華料理フェアは失礼ながら全然期待していなかったので、いい意味で期待を大きく裏切られました。個人的には大きいエビチリがとても美味しくて大満足でした。現在は中華料理フェアは終了してしまったので、またいつか再開された時は訪れたいです。熱海金城館の詳細は概要欄に記載しています。ぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。